前回のあらすじ。スナックで、玲子の彼氏、三田が出入りしているパブを聞き、そこで、三田と懇意にしているエミのことを聞いた。エミの家で話を聞いたが、三田の居場所は知らないよう。ミカが知っているというので、彼女に教えてもらい、三田の家へ。三田はスナックで飲んでいたという。結局、容疑者探しは振り出しに戻ってしまった。今日は4日目、木曜日です。突然部屋に地上げ屋が押しかけてきたおかげで大慌て。地上げ屋？ここは管理人室です。ドアをノックする音がします。兄貴、いつまで部屋で着替えているんだよ。誰か来たみたいだから出てくれないからどうせまた大岩さんだろう。ドアが壊れるかと思うほど、強くドアがノックされた。誰かしら？はいはい。今開けますから、ちょっと待ってください。ヒロミがドアを開けると、一目でヤクザ屋さんだとわかる男が立っていた。男は凄みを聞かせてみている。怖いアンさんだなと、ヒロミは思った。お前はなんで、ここに住んでいるんだ。ここは管理人の部屋だろう。私はこのアパートの管理人ですけど。ああ、なんだって、ふざけるんじゃねえ。じいさんとばあさんはどこにいるんだ。あなたが追い出したんでしょう。そうかい、出て行ったんだな。それじゃお前たちも早く出て行った方が身の取れだぞ。冗談でしょ。出て行くのはあなたの方よ。何をこのアマが、減らず口聞くんじゃねえ。痛い目に遭いたいのか。大岩さん、私が困っているのにいつまでそうやって見ているつもりなの？いたのか。ドアの向こうから、大岩刑事がタバコをくわえながら出てきた。この男を恐喝で捕まえたかったんで様子を見ていたんだ。ひろみちゃんには悪かったけど、おかげで恐喝の現行犯として逮捕することができるよ。あら、それはよかったわ。早いところ逮捕でも何でもして、ここから連れて行ってくれない？お前を恐喝の現行犯と殺人容疑で逮捕する。覚悟するんだな。いてて、旦那、話してくださいよ。こいつ、殺人事件には関わったりしてないのかな？ちょうど1週間仕事で名古屋に行ってな、昨日の20時の新幹線で帰ってきたところや。なんなら名古屋の俺の助に確認してみろよ。関係ない、か？ヤクザ風の男が大岩刑事に締め上げられている。よく見ると、男の胸ポケットから何かが見えています。名刺のようです。ヒロミは男の胸ポケットから名刺を取った。名刺には、金丸不動産株式会社代表取締役社長金丸大吉と印刷されてあり、裏には約束原資と直筆で書かれてあり、印鑑が押されてあった。不動産会社とのつながりで、なんで、わざわざ印鑑をしたの？なんでこの名刺が俺のポケットに入っているんだ。この名刺はうちの親分しか持っていないはずなのによ。お前のような三品が持つようなものでないのは確かだが、ペンにお前さんは持っているんだ。十分な証拠だな。話を聞かせてもらおう。金丸不動産の金丸大吉社長は地上げと貸しビルで財を成した悪党さ。この頃アパートを潰して高級マンションを建てようとしていたのさ。というわけで、金丸不動産に来たよ。あら、大岩さん。久しぶり。今日は警察の仕事の件で来たんだ。社長さんに取り次いでくれないか。はい。少々お待ちください。社長はお会いするそうです。どうぞこちらに。お子様はこのままお待ちください。お子様？私も、社長さんに用事があるの。お分かりおばさま。行きましょう大岩さん。なんで、こんなギスギスしてるの？大岩さん、このおばさまとお知り合いなの？ずいぶんモテますわね。おいおい、仕事上で話をしただけだよ。ここは、金丸不動産の社長室です。わしがこの金丸不動産の社長、金丸大吉だ。刑事さんとお嬢さんが、一体何の用だ？手短にしてくれ。まずは、名刺を見せてから話を聞こう。ほう、わしの名刺じゃないか。うちのアパートを地上げしに来たヤクザ屋さんが、これを持っていたのよ。お嬢ちゃん、この名刺には何の約束を原資するのか書いておらんぞ。地上げを指示したみたいに言わんでくれ。名刺は返してもらうぞ。あ、取られた？やっこさんもなかなかのたぬきだな。そうだひろみちゃん、ほら壁にかかっている絵を見てごらんよ。高価そうな絵だろう。そのことを聞いてごらん。社長室の壁には、10号ぐらいの小さな絵が額に入れて飾られているほかは、特に目新しいものは見当たりません。突然、絵の話を振られたけど、何かあるのかな？なんでそんなことを聞く？これはわしの絵だ。だからここに飾ってあるだけだ。題名か、ロミオの迷い。だ。ほう、やっこさんかなり動揺しているみたいだな。ひろみちゃん、さっきの受付の彼女のところに戻って、絵のことを聞いてみてきてくれないか。受付の人が知ってるの？社長さん、化粧室はどちらですか？便所ならこの部屋を出た突き当たりだ。ひろみはトイレに行くふりをして受付に戻ってきた。あら、あなた一人なの？大岩さんがあなたに話を聞いてこいって。まあ、大岩さんが、何かしら。というか、大岩とどういう関係なのかな？嫌だ。私たちはただ、ホテルのレストランでよくフランス料理を食べる仲なだけよ。あ、そう。結構な仲ですね。結構だった？大岩さん、
そんなことまで話したの。実は上村隆一からの予告状が社長宛てに届いて、今日の深夜1時までにその絵を盗みに来るらしいのよ。前から、たまに話に出てきてた回答か。他の人には内緒よ。私、大岩さんだから話したのに、あなた大岩さんとどんな関係なの？亡くなった私の父の同僚なんです。つまり父親代わりなわけね。あ、よかった。大岩さんがロリコンじゃなくって。ガキっぽくて悪かったわね。というわけで、社長室に戻ってきたよ。ひろみちゃん、何を怒っているんだい？早速上村隆一のことを聞いてみようじゃないか。なぜそんなことを知っている？火曜の夜、銀座で朝まで一緒に飲んだ金沢という新聞記者にも聞かれたな。そういや、あの新聞記者のアリバイ、そんなこと言ってたっけ？そんなことより一つ提案があるんだが、明日の夜明けまで絵を守ってくれたら今後一切コーポ山崎に手を出さないことを約束しよう。嫌ならやめても良いんだぞ。いいわ。やってやるわよ。何よ私を女の子だと思って。女の子が本気出したら怖いってところを見せてあげるわよ。わかったわね。大岩さん。あ、はい、そうだね。そうしようか。ひろみと大岩刑事は、金丸社長の提案をのみ、上村隆一の手からロミオの迷いの絵を守るため、徹夜で社長室にいることにした。見てるのこの3人だけなんだ。壁には、ロミオの迷いがかかっています。目の前のテーブルには魔法瓶があります。魔法瓶の中にコーヒーが入っているから入れてくれんか。わしが自分で手配したコーヒーだ。上村隆一が睡眠薬を入れてるいとまはなかったから大丈夫。本当に大丈夫かな？ひろみはテーブルの上の魔法瓶を手に取り、3つのカップにコーヒーを注いだ。金丸さんは砂糖いくつですか？わしはいつもスプーンに杯だ。僕はブラックだけどひろみちゃんは。私はスプーン1杯。でも太るからいらない。もう、午前1時を回ったのか、上村隆一は現れなかったな。約束だからこのまま朝まで警護を続けることにしよあれ？来なかった？う。もう、午前2時を回ったのか。もう、午前3時を回ったのか。ぐ、ぐ、ぐ、ぐあ、ぐ、ぐ。寝てる。もう、午前4時を回ったのか。少し寒くなってきたから部屋の暖房を入れよう。ああ、やっと部屋が暖かくなってきたな。もう、午前5時を回ったのか。ぐ、ぐ、ぐ、ぐあ、ぐ、ぐ。もしかして金丸ずっと寝てる？もう、午前9時か。ひろみちゃん、朝だよ。そろそろ起きた方がよいよ。金丸さんも起きてください。ロミオの迷い、は無事ですよ。ひろみも寝てたのか。いつの間にか寝てしまって、ごめんなさい。おう。朝か、ロミオの迷い。は確かに無事だ。ありがとう。お嬢ちゃんに刑事さん。わしも金丸不動産の社長だ。君たちとの約束は守ろう。それから野々村も早速、あのアパートから引き上げさせておこう。地上げについては解決かな？あれ？野々村？ひろみちゃん、それじゃ行こうか。金丸さん、くれぐれも約束は守ってもらいますからね。ここは金丸不動産ビルの受付です。あら、大岩さん。また会ったわね。今晩いつもの場所に行って待っているわ。また匂わせを。金丸社長が話していた野々村って、ひろみちゃんのアパートに住んでいる野々村雅子のことだろう。マサヨじゃなかったっけ？今日は5日目、金曜日、私たちは眠い目をこすりながら、一旦アパート内に戻ることにしました。地上げ屋の問題で1日使っちゃった。ひろみと大岩刑事は、行きと同じくタクシーで、金丸不動産からコーポ山崎に帰ってきた。アパート前の路地には、大岩刑事の自家用車が無造作に止められていた。いつも、大岩刑事と2人で移動するときに使っていた車なので見覚えがあった。調子が悪いんで昨日から止めておいたんだ。いつもと違うなと思って、すっきりしなかったの。今日はタクシーですものね。金丸社長の話していた野々村の名前はこのアパートに住んでいる野々村雅代のことなんだろうか。後で調べてみよう。一度部屋に帰って顔でも洗っておいでよ。美人が台無しだよ。いいわ。どうせ私はブスですよ。大岩さんはどうする？後で部屋に寄るよ。兄貴、朝帰りでさ。金丸不動産に行ったきり連絡がなくて心配していたんだぞ。そりゃあ電話くらいしておかないと。ごめんね。でも、直樹聞いてくれる？地上げをしていた金丸不動産の社長さんが、今後一切、このアパートの地上げはしないと約束してくれたの。へえ、どうやったの？その話は後で、徹夜で私、眠いの。少し寝るわね。ああ、よく眠ったわ。今何時？もう昼だよ。まずは野々村の件かな。このアパートに住んでいる野々村雅代さんだろう。彼女がどうかしたのかい？後で一緒に会いに行ってくれる？
それは良いけどどうしてだい？もう、大岩さんたらとぼけて。そういえば、受付嬢について聞いてみようか。受付嬢、何のことだい？俺が女性と器用に会う約束ができると思う。あれ、でもさっき、そうよね。大岩さんが女の人とフランス料理を食べるのって想像できないもの。野々村に聞きに来たよ。さあ、知らないわ。でも、金丸社長はあなたのことを知っているみたいよ。とぼける。部屋の中は、女性の部屋らしく小ざっぱりと片付けられています。本棚があります。数冊の雑誌が立ててあります。本の陰に電話が置いてあります。私は風邪で会社を休んだのよ。風がぶり返したらどうしてくれるの？用事がなければ帰ってくれないかしら。隣の部屋の高根沢さんが以前、金丸社長に会ったって話をしていなかったかな？そうね。高根沢さんに聞いてみましょう。水木玲子さんが殺された時にアリバイとして金丸社長と銀座で会っていたと話したよね。金丸社長も同じことを言っていました。それじゃ、僕のアリバイは実証されたわけだ。何か聞いてないかな。金丸社長と話している時に聞いたことがある名前だな。地上げを行うために社員をそのアパートに住まわせて情報を集めさせることがあるそうだ。隣に住んでいる野々村正代さんだそうだと。それを知りたいなら野々村正代本人に聞くか、あとはもう一つの方法で聞いて確認するからな。もう一つの方法？わざわざ僕が教えるほどのことじゃないよ。どうせなら野々村正代さん本人がいる目の前で聞いて確認する方が確かじゃないかな。金丸不動産に電話をかけて野々村が働いているか聞くのは正解だな。電話番号を、そうか名刺は返しちゃったのか、番号はだ。あれ？なんで名刺のこと知ってるんだろう？ひろみは電話の受話器を取り、金丸不動産に電話をした。もしもし、そちらさんに、野々村正代さんという方はいますでしょうか？私ですか？親戚の者なんですが、そちらに勤めていると聞いたもので。はい。今日は風邪でお休みですか？すみませんが、ご自宅の電話番号か住所は？コーポ山崎の102号ですね。ありがとうございました。金丸社長が偶然このアパートに住んでる私のことを知って、情報収集のためだからって管理人さん宛ての郵便や来客を調べさせていたのよ。もともと住んでいたのか。ってことは手紙って、本当に知らないんです。信じてください。ひろみが雑誌に手を伸ばすと、野々村は観念したように、視線を床に落とした。雑誌をパラパラ眺めていると、何かが下に落ちた。ひろみの立っている玄関のコンクリの床に、封筒が一通落ちています。あれ？封筒？ひろみは床に落ちている封筒を拾った。封筒の宛先は、山崎ひろみ様で、差出人は、室岡幸子と書かれてあった。封筒は、封が切られていなく、中に手紙が入っているようだ。親愛なるひろみ様、2回目の手紙です。私、自殺未遂の真似事をしちゃって病院に入院しているんです。お母さんったら、ワンワン泣くんだもの。ひろみは心配しないでね。カッターの刃で手首に傷をつけようと思ったら、少し深く切りすぎて、血を見たら気絶しちゃっただけだから。ひろみにはなんてバカなことと怒られそうだね。私、学校で試験問題を盗んだって、皆に責められて、毎日を過ごしていて少し嫌になっちゃったの。ひろみは私がそんなことをする子じゃないって信じてくれるよね。あいつが試験問題を盗んだらしいから、私からは皆に何も話せない。あいつ、もう二度としないって言ったのに平気で嘘をつくんだもの。それは前に手紙で話したね。今回があいつと私の最後のチャンスのつもり。私、また一人ぼっちになっちゃうのかな。嫌だなそんなの。へへ、バカだよね。よかったら深刻そうな顔でお見舞いに来てよ。待ってるから。PS、私があいつにつけた愛称の、ヘビ使い、をあいつに話したら気持ちが悪いから嫌だって。失礼しちゃうわよね。それじゃ、待っています。お見舞いぐらい言ってあげたわよ。なんで行くまで待てなかったの？それともあなたは誰かに殺されたの？ねえ、教えてよ。幸子、手紙は2通あったんだ。先週の土曜日の消印になっています。室岡幸子の母親が投函した手紙は、ここにある手紙だということになります。いつものようにポストから郵便物を集め、差出人リストを作っていて、戻すのを忘れていたの。そのうち、警察の人が調べに来て怖くなって。別件の水木玲子の件で警察が聞き込みをしていたもので、怖くなったんだね。ってことは、1回目の手紙は？水木玲子の部屋で見つけた封筒をよく見ると、消印は2週間前の日付になっています。とりあえず、住人に、またいろいろ聞いてみよう。1階に住んでいる女性だろう。それより細井さんと今日に会う約束をしていたのに、ドアをノックしても誰も出ないんだ。何か聞いていない？もしかしてこのパターン。
細井さんは大学には内緒で予備校で講師のアルバイトをしているんだ。それでたまにテストの出題範囲を聞きに行くんだ。予備校って前に言ってたところかな？新進予備校だけど、この辺りだと緑ヶ丘高校と白川学園の生徒が習いに来ているよ。ここは細井慎一郎の部屋です。ドアをノックしても誰も出てきません。ドアのノブを軽く握ると、ドアは音を立てて開きました。細井さんが死んでいる。何？死んでいる。今回はここまでにしておきましょうか。解決に向かってそうなのに、また殺人が。そうですね。一通目の手紙の内容が重要な気がしますね。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。